今回の動画では僕が開発した NAM と IR のマネージャーアプリ NAMIL についてご紹介します。こんにちは、イサムです。ギター機材を雰囲気じゃなく理解して使うチャンネルです。皆さんニューラルアンプモデラー、通称 NAM 使ってますか？ NAM はニューラル DSP やケンパー、トン X とかと同じような実機の音をそのまま取り込むキャプチャー技術でギターの音色を作るアンプモデラーですが、特徴は何といってもオープンなこと、特定のメーカーに縛られないことだと思います。最近は比較的安価なマルチエフェクターでの対応ハードウェアも増えてきていて、NAM 対応について盛り上がってきてるんじゃないかなって思ってます。僕自身もよく使ってますし、NAM ファイルもよく集めています。あとスピーカーの IR、これも実機の響きをデータ化したもので、ギターの世界だとキャビネットシミュレーターとして使われます。これも対応機種が増えていて、今ではすっかりキャビシミの技術として一般的になってきたかなと思います。IR もメーカー製のデータを買ってくるだけじゃなくて、いろんなところで配布されているものを無料で集めることもできますよね。そんな風に実機をキャプチャーした NAM や IR といったデータが世界中で共有されています。トーン3000なんかはまさにその代表格かなと思います。実機のアンプのあの空気感がこのサイトから無料で手に入る。本当に恐ろしい時代になったなって思ってます。でも正直に言わせてください。皆さんファイルの管理ちゃんとできてますか？トーン3000から片っ端からダウンロードして気づけば数十数百数千のファイル、いざ音を出そうと思っても、あれどのアンプだったっけかなとか、これってフルリグだっけ、あの音の IR ってどれだっけ、ダウンロードしたままのファイル名だけじゃ判別不能になっちゃったり、そんなことありませんか？しかもこれらはフリーだから品質もまちまち、これはお気に入りっていうものもあれば、微妙なもの、相性に気をつければ化けるかなってもの、でもそんなことをいちいち覚えてられるかっていうところありますよね。結局お気に入りを探すだけで1時間が解けて、ギターを弾かずにパソコンの画面を閉じる、そんな音を出す前に疲れ果てている全ギタリストの救世主になるツールを僕がまず自分のために作りました。それがこの NAMIL です。 NAMIL は NAM&IR マネージャーの略です。ネーミングは安直ですけど、中身はガチです。これ何をするツールかというと、 NAM ファイルに含まれる機材情報を自動で解析して Google のスプレッドシートに自分専用のデータベースとして爆速で構築する、そのためのアプリです。これまで僕らギタリストはファイル名を見て、マーシャルかな、これ JCM の800かな、キャビは1960かな、これマイク SM57 かなみたいな感じで情報を読み取って手作業でメモしたりしてたと思うんですよね。または覚えておくだけか。でも NAMIL はそれを一瞬でやってくれます。僕がこういうルールでファイル名が付けられがちだよねっていうパターンをあらかじめプログラムしておいたんで、情報の抽出精度はそこそこあるかなっては思ってます。この NAMIL には僕がこだわった3つの強みがあります。1つ目は自動抽出。ファイル名に含まれるブランド名やモデル名、サンプリングレートなどのメタデータを自動で抜き出します。僕が事前に用意したモデル名の辞書を持ってますが、不足があった時のためにカスタムできるユーザー辞書もあります。2つ目はデータのクラウド管理。データはローカル PC の中に持つんじゃなくて Google のスプレッドシートに書き出されます。なので PC だけじゃなくてタブレットやスマホからもチェックできるし、検索も並び替えも自由になります。3つ目はレーティング機能ですね。これが特にポイントかなと思っていて、弾いてみてこれが良かったと思ったものに星5つをつけたり、メモを残しておいたり、自分だけの最強アンプリスト、最強キャビネットリストが勝手に出来上がっていくような、そんな感じに仕上げてみました。はい、それでは早速 NAMIL の使い方もでもやっていこうと思います。NAMIL を立ち上げる。NAMIL を使うときは Google のログインをします。はい、そうするとこんな画面が立ち上がります。で、今あえて、これまでに作った自分のライブラリーを消してるんで、初めて使うときどうなるのかなって感じでやっていきます。で、試しにいくつかですね、NAM とか Web ファイルってIR ですね。もうすでに落としてあって、どんな風になるのかっていうのをちょっとデモしてみようと思います。例えばこれなんかをこうやってポイッと持ってくるでしょ。そうするとこうやってアナライズが走った後にこんな感じのカードが出ますと。アンプのタイプは5150、
で、フルリグですよ。で、いろいろこういうふうにちょっと入れられるところは入ってるし、入ってないところもあるみたいな感じで来るんですけど、じゃあこれが実際どんなもんなのかっていうのがよくわかんねえよねって、もうちょっとなんかこの辺のキャプチャーインフォだとかそういったところを充実させたいよねって思うと思うので、ここのファインドってのをしますと。そうすると、このファイル名で、トーン3000を検索してくれるんで、こういうのがバーッと出てきます。でですね、この JP is out of tune さんが作ったやつのどっちかなんですよみたいなことが分かって、こっちだったかな、どっちだったかなっていう風に見ていくと、例えばファイル名がね、フルリグ PB5150 のなんちゃらかんちゃら、一回さっき見た方がいいのかな。ノーブーストメサ OSじゃあこれねってこと。こういうのが、これをコピってに貼っときますよと。だとか、あと、そもそもここのページが高くなるかもしれないから、これをソース URL のところ。あと、なんだろうな。実は使っててすげえ好きだったら、なんかこんなこと入れといてもいいかもしれないし、すでにこれ、お気に入りって分かってたら、こんな星つけちゃってもいいよねって。で、これマイク何使ってんだっけって言うと SM57 だ。SM57 って分かってるから、これも SM57 って例えば入れちゃってもいいし、キャビもこれだって分かってるから、パッとこういう風に入れとくと。みたいな感じで、これで Save to Spreadsheet ってやっとくと、そうするとこのライブラリーってしてるときに、このライブラリ表示が出ますと。ちょっともう一個、IR でも入れておきましょうか。IR 何があったかな。この辺のやつ。なんか適当にこうポイって入れてみましょうと。どういう風になった？ジェネリック 4×12。Sure SM57 ってなってんだけど、これ、なんだっけって感じなので、これも、find ってやってみましょう。それで見つかったのはこれでしたと。セレッション、これメサブギーじゃんってなって、ファイル名だともうメサブギーとかって残ってないんだけど、そうだ、これいっぱいあるやつだ。V30 なんちゃらかんちゃらみたいになってるんだけど、それだとわかんないから、この辺の名前を入れとくといいよね。ってことだと思うので、どうしようかな。メサブギートラディショナル 4×12 ってやつしとこうかな、名前。名前をこういう風にしときましょうと。で、V30？V30 っての書いておこうかな。で、SM57 っていうのはこれ勝手に入ってくれた。よかった。で、あとは、ソースの URL をピッと持ってきといて、あと、キャプチャーインフォなんかいろいろ書いてあるんだよね。で、今回持ってきたやつが、1インチ、0インチ、VP28。みたいな感じで、この辺にいろいろ書いてあるんで、1日って書いておこうかな、とりあえず。みたいな感じで、キャプチャーインフォこんな感じです。これ使ったことないんで、とりあえず評価はなしにしといて、これで Save to Spreadsheet ってやっとくと、実は、よいしょ。あれ入んない。スプレッドシートにこんな風にね、データが入るんですよ。試しにもう一個なんかやってみましょうか。じゃあ、もう一個、NAM を言ってみましょう。NAM じゃない、IR だ。今度のやつは、マーシャルの G12。G12 が入んなかったな、残念。今、SM57 が入ってますと。じゃあ一応これも、どこのどんなやつかっていうのを見てみると、どれだ？これかな？マーシャル G121SM57 とか、多分これですね。これ。なので、この JP is out of June さんのやつですね。こ
この人のばっかりもらってる気がするな。まあでもこの人、まあそういうのも残せてるといいのかなとは思いますね。まあこういう感じで。G12T75 使ってるよとか、1960BV ですね。なのでこれ 1960BV っていうのもここに入れておきましょう。で、ソース URL も入れておきましょうか。ここにポッと入れておきましょう。後で振り返るかもしれない。で、これでスプレッドシートに保存する前にこっち移しといて、こうやってここポコッと押すとズバーンと入ると。まあ、こんな感じでデータベースは、なんだっけ、スプレッドシート、Google スプレッドシートの方に入ってますと。じゃあちょっともう一回こっちのナミールのこのライブラリの方を見てみましょうと。で、ライブラリ見てみるとどうなってるかっていうと、今やってたこの3つが入ってますって感じ。で、5150だけ星つけたけど他はまだつけてなかったねって感じ。で、例えばこれをこうやって開いてみて、この IR 気に入ったなーって思ったら、これ今レートがついてないんで、ここ自分でポチッとやって、すごいお気に入りと思ったら5だし、違うなと思ったら4だし、違うなじゃないな。4ぐらいだなと思ったら4だし、ってな感じでレーティングをつけてあげるといいんじゃないかなと思ってます。こうやってセーブしてあげると、セーブって言われるでしょ。で、これで戻ってみると、ほら、こんな感じでレーティングがされてますと。じゃあ、とりあえず、もうちょっとここが充実してきたらどうなるのかっていうのを見るために、さっきのやつ、とりあえず全部ボカッと入れちゃいましょう。ここに、ドカッとぶち込んでみると、解析が走って、まあ、いろいろ、こう、バーっと入りました。もうね、直すのめんどくさいね。これとりあえずセーブしちゃいます。で、ライブラリの方を見てみると、こんな感じでいっぱい入りました。今、あれさっきのレーティング消えちゃった？そっか。保存し直しちゃったからか。で、セーブしてこうなりますと。あとなんだろう、適当にこの辺のフェンダーとかを星3つ、例えば3つにしとくでしょ。で、そうしたときに、ですね、これレーティングで今ソートされてるんで、5、4、3って並んでますと。その他に、例えば、新しい順にも並べることもできます。とか、あと、名前で並べたりとか、あと、作者順、これアンノーン、IR はアンノーンになっちゃうんですよね。作者情報がないんで。なんで、NAM でこうやって並べたりもできます。ただ IR もここでこう開いてピッとやればここに自分で打てるんで、そうだよね。だから例えばこれって誰の IR だっけって言ったら、この人だったってなったら、よいしょ、こうやって持ってみるのかな。この人でしたって言ってこうやって保存しときゃいいみたいな感じで作者で並べ替えることもできますと。こうやって IR にも作者の情報を入れることができると。で、さっきちらっと見せたけど、リストビューもできます。で、リストビューは横に広げるとこんな感じ。名前、作者、メモ、デートみたいな感じで、まあ、バーっと一覧することができるかなっていう感じ。で、ですね、これバックアップ機能があるんで、このバックアップ機能を押すと、ここにシートが増えるんですよ。やってみようか。ドンってやると、今3月7日午前4時なので、そんな名前のやつが増えているはず。よよよよっとほら増えてる。ね。なので、もし、今のライブラリが全部ぶっ飛んじゃったって、これでリフレッシュすると、これ全部消えちゃったってなるんですけど、こうやって最新のバックアップを持ってきて、さっきのやつが入るとか、さらにはですね、僕が前に作ったやつ
を持ってくると、バーっともっといろいろ入るみたいな、こんな感じになったりだとかしますよみたいな。はい、ナミールの使い方大体こんな感じですね。なのであとはこれでアナライザーであれ IR 探したいんだよね、でお気に入りなんだったっけ、この辺のやつかみたいな感じでいろいろ見ていきましょうと。でまだ全然書いてないんですけど、例えばこの IR はどのアンプとの相性がいいみたいなこともメモで書いときゃいいと思うんですよね。これ、この辺のユーザーメモのところにでも、例えば MG30 と相性よしとか、例えばそんなこと書いておく。そうするとここにまあちっちゃいですけどね、こういうふうに出ますという感じで、IR こうやって探したりとか、ナムもこうやってバーッと見て、なんかお気に入りのやつを探したりだとか、そんな風にできるんじゃないかななんて思ってます。ということで、ナミールの動作デモは以上です。はい、ナミール起動します。で、ライブラリ読むでしょ。そうするといつものが出ます。はい、こんな感じで縦画面結構綺麗でしょ。こんな風に見れますよ。で、横回転できるよね。こうやってピッてやるとこういう風に並び替えも、さっき横2列だったのが3列になったりとかね。こうやってリストビューも綺麗に見えたり。で、さっき説明忘れたんだけど、ここにユーザー辞書がありますと。で、ユーザー辞書今いろいろ登録してるんですけど、で、なんか、これ認識しなかったなーってやつがあったら、いろいろこうやって、なんだろうな、オレンジっていうのがキャビであるんだよ、みたいなことを認識させたり、で、こうやるとキャビとしてこういうの入ってくるよ、みたいな。次からキャビこういう感じでオレンジって入ってたら認識されるよ、みたいな感じに、そういう使い方もできますと。そんな感じですか。そんな感じ。はーい。ということで、タブレットでもこんな感じに見えますせっていう、そういうデモでした。はいはい。以上。はい、ということで、ナミールの動作見てもらいました。もともとは僕自身が NAM や IR の管理をするために作ったアプリですが、同じようなことに困ってるギタリストがいるんじゃないかなと思って、今回全世界に公開しちゃいました。プログラムのソースコードを GitHub に公開していますので、ご自身で設定すれば誰でも使えるようになります。ただ一つだけ注意点。このツールは僕があくまで個人の趣味の延長で作ったものです。なので基本的にはサポートなしの現状私というそんなスタイルで運用しています。ですので各自の自己責任で使い倒してみてください。その代わりに皆さんに協力してほしいことがあります。こんなファイル名のパターンがあるからナミールでも読み取れるようにしてほしいとか、自分はこんな感じでナムファイルを整理してるよといったギタリスト特有のあるある話、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの声をヒントに僕も自分のペースでこのアプリをいじっていきたいと思ってます。みんなで最強のライブラリを作っていきましょう。次回は導入編、セットアップの手順を詳しく解説します。それではまた次の動画またはライブハウスでお会いしましょう。それではね、バイバイ。